はい、こんにちは。やっと我が家にもアイローのアビエーター3が届きました。勇み足でもうかぶってしまってるんですけど、もう1個あるんで、これの開封シーンからやっていきます。これ箱がでかいんですよね。この真っ黒で、でも実はこう、メーカーロゴが入ってるっていう。この箱が、今までの箱です、これ。で、同じ高さに置いて、このぐらい大きいんですよ。なんかもう箱だけでちょっと威圧してくるモデルなんですけど、これを開けると、まずアクセサリーのボックスが上に入ってます。これもかっこいいっすよね。はい、今までアクセサリーってこうヘルメット開けるとこの内側にビニールの袋とかに入ってこうポロって落ちてるのが多いんですけど、これ箱で入ってます。で、外していくとヘルメットケースに入ってはい出てきます。これもまた活かしてますね。でこのケースを開けますね。今自分がいくつあるのかな、ちょっと横にラインナップ出しますね。そのうちの、黒っぽいやつを買って、もう1個はトリコロールのを買ってます。はい。今こっちにずらっと出てきたと思うんですが、からのラインナップ結構あります。多いです。はい、お出ましです。アビエーター3ですね。去年アビエーター 2.3 がリリースされて、まだこのまま売るのかなと思ったら、1年で 2.3 がラインナップから消えて3が発売されました。活かしてますよこれ。このダクト、こういったところの作り込みとか、いやーかっこいいです。気になってた方はもうネットでですね、散々画像は見られてると思うんですけど、実物の方がやっぱりかっこいいです。これ毎年のことなんですけど、実物買って、手に取るとめちゃくちゃかっこいいです。で、今ここに持ってるのが L サイズ、ラージサイズですね。で、自分が今 M サイズ、ミディアムを被ってます。ちょっと後ほどサイズ感についてもお話ししてきますね。一回脱ごうかな。はい、脱ぎました。で、今回このアビエーター3になって何が変わったかっていうところなんですが、シェルの形が一新されました。とはいえ、これ実はですね、去年発売されたエントリーモデルのラップ、これがベースになってます。もう口元なんてそっくりですよね。もうびっくりしました。エントリーモデルが先に出て、それをベースにハイエンドモデルが出るっていう、これ珍しいですよね。大体ハイエンドモデルが一番かっこよくて、そのなんか劣化版がこう下に続いてるみたいな。とはいえ国産は一つしかモデルがないので、そのラインナップっていうのがそもそもないんですけど、エントリーモデル、そしてハイエンドモデルが、同じ形状で作られているということになります。ただ同じとは言っても、例えばこっちにはあるこの頭頂部のダクトがエントリーモデルがなかったりとか、バイザー、この辺のですねパーツがハイエンドモデルにはあるけどエントリーモデルはただ穴が開いてるだけとか、こういった違いがあります。でこのシェルの形状、口元だとか、このデザインめちゃくちゃ活かしてますよね。いやかっこいいです。で、大きく進化したところとして、安全性がアップしてるというところです。シェルの構造がこれ二重になってますね。流行りの、ミックスってやつなんですかね。内側のシェルが、多少動きます。で、衝撃が加わった時に多少こう中で動いて、衝撃を逃がしてくれるっていう構造を持たせています。で、その他内装がマグネットになりました。これ便利ですね。ただデメリットもあります。重たくなりました。当然マグネットを採用すると今までのプラスチックのボタンに比べて重たいですよね。あと内装も二重になるので、重量が増加します。とは言っても、1400g 台なので、国産の VFX とか、
その辺とほぼ同等です。フォックスに比べると、フォックスもちょっと V3 とかのハイエンドは僕持ったことがないんでわからないんですけど、他社と比べて、同じぐらいの重さでとどまっているというところです。で、ラインナップとしては、これがハイエンドで出たんですが、これまで発売されていたアビエイターエースは残りました。はい。価格的にはこんな感じですね。こっちが一番高くて、アビエイターエースはちょっと安いというところなんですが、これ残った理由、これ僕の勝手な憶測なんですが、使う場面によって、使い分けるということで、この2つが生き残ったんだと思ってます。オフロードレースってですね、速度レンジがめちゃくちゃ広いんです。はい。例えば僕が、去年参加した四国ベルグ、あの時はですね、3時間ぐらいまでは、走ってたというか、イゴイゴやってたんですけど、移動した距離は、5、6キロ動いてないぐらいですね。3時間で6キロなので、移動距離は、1時間あたり2キロなんです。時速2キロですよ、平均して。めちゃくちゃ遅いですよね。はい。で、そういうレースもあれば、例えば最近行われているのは、ダカールラリーですね。はい。ああいったレースの平均速度、平均してどんぐらいかは分からないですけど、やっぱトップスピードっていうのは150キロ超えるはずなので、それを考えると平均は、100キロはいかないとして、でも、それに近いぐらいいくんじゃないでしょうか。はい。それ考えると、50倍とか差が開くんですね。そんなレンジが広いのに、みんな同じオフロードヘルメットをかぶるんです。トライアルになるとトライアルヘルメットってありますよね、ジェット型の。じゃなくて、このオフロードヘルメット、いわゆるオフロードヘルメットをかぶって走るレースのスピードレンジは50倍ぐらいの開きがあるんです。はい、オンロードサーキットだとまずそんな開きはないですよね。MotoGP と比較してもそれより20分の1も低いわけがないと思います。はい、で、その広いレンジを一つのモデルでカバーできるはずがないんですよね。逆を言えば、今までのアビエイター、これエースですけど、ただその前の 2.0 とか、はい、そういったヘルメットで走ってはいたんですが、その選手はですね、軽さはいいんですけど、やっぱり安全性を考えるとやっぱちょっと不安があるかなと。で、僕自身も、これまでのアビエイターで公道を走ろうとはあまり思わないです。はい。自分の場合公道を走ったとしても、下道をただ移動するだけ、テレーっと走るだけで、高速道路に乗ることはオフロードバイクでないので、であればいいかなと思うんですけど、完全に公道だけで考える、高速道路も含めて考えると、やっぱりこれだとちょっと不安があった。軽さはいいんですけどね。で、そこでこれが出たと。はい。ハイスピードレンジに対応する、安全性を持ったハイエンドモデルというところで、オフロードレースの中でもラリーだとか、あとアメリカのアウトドアAMA のですねアウトドアとか、MXGP とか、平均速度が高いレースでこっちを選択して、それ以外の、ハードめのエンデューロでは今まで通りこの軽量なアビエイターエースを使ってくださいということで、この2つが、残ってるというか、こちらが新しく出たんですけど、以前のモデルも一緒に売ってるという状況じゃないかなと思います。そう考えるとですね、去年1年間だけ販売されていたこの形状のアビエイター 2.3、はい、以前僕のお友達に、渡した時の動画も上げてますけども、あれって本当貴重なモデルだったんじゃないかなと思います。すぐに消えてしまったんですが、この軽量なアビエイターのシェルを生かして、二重シェルで安全性を確保して、当然重たくはなってるんですけど、その重量の増を最小限に抑えたちょっと貴重なモデルだと思います。サイト上で在庫があったりもするので、本当気に入るカラーリングがあれば買っておいた方がいいんじゃないかなと思います。はい、それでは気になるサイズ感についてです。はい、僕はL サイズと M サイズを両方買ってみました。で、今回のこのアビエイター3は
シェルのサイズが4つあります。 XS から、S まで、そして M 専用のシェル、そして L 専用のシェル、その上に XL から XXL までのシェルと、この4つに分かれています。はい、これがですね、他のモデルと大きく違うところですね。以前のアビエーター、このエースは、XS から M まで、そして L から XXL までの2つだったんですよね。ということは、より自分の体格に合った、モデルを選択できるということになります。はい。で、このシェルの展開、これはアイローのモデルすべて違ってます。はい。アビエーター3は4つで、アビエーターエースは2つ。そしてその下、ストライカーですね。ストライカーだけはちょっとまだ家にないんですけど、ストライカーが確か3つだったかな。はい。そしてその下のツイストは1つだけ。そしてエントリーモデルの、このラップは2つと、スリムシェルっていうのがまた別に分かれてます。はい。これが、ややこしいといえばややこしいんですけど、例えば国産であれば、ほぼシェルの展開、まあ当然高級なモデルは細かく分かれてるんですけど、その先のサイズによってあんまり大きさ変わらないじゃないですか。M サイズを買えば、国産はどのモデルも大体同じぐらいの大きさなんですけど、アイロンについては同じ M サイズを買っても、モデルが変わるとガラッとサイズ感が変わるんですよね。そこが難しいところなんですけど、各モデルによって微妙にサイズが違うことで、しっかり選べばジャストサイズっていうのが見つかるんですよ。はい、で自分の場合は国産の、M サイズの許容がこのぐらいあったとして、でその上に L サイズがありますよね。で自分はちょうど M の上ぐらいなんですよ。このギリギリ、上できれば M と L の中間が欲しいっていうサイズなんですよね。はい、だとどのメーカーを買っても M サイズをギチギチにして被らないといけなくなります。はい、アイローの場合はその中間を見つけられたので、これですね、アビエーター、これまでのアビエーターの L サイズがそのちょうど国産の M と L の中間なのでジャストフィットだったんです。こういった選択ができるのが、メリットなのかなと思ってます。でまずサイズのお話をするときに、まず僕の頭がどのぐらいかっていうのをはっきり認識してもらうためにご説明するんですけど、先ほど言った通り M と L のちょっと上、M サイズのちょっと上ですねっていうことになります。でこれはヘルメットフィッティングサービスでサイズを測ってもらってもそういうふうに言われて、一応サービスその数値的にはもう L サイズにしてくださいっていうふうに言われます。理由としては横はいいんですけど、この前後の長さがこの M サイズの許容には入ってないというふうに言われまして、L サイズを選んだ上でそれでスポンジをいっぱいいっぱい詰めていって合わせましょうというふうに言われます。ただ一度それでやっていただいたんですけども、全然もうブカブカなまんまで、もうとてもちょうどいいとは言えないし、当然 L になるとシェルが大きくなってしまうんで頭でっかちになるんですよね。なので結果ヘルメットフィッティングサービスで調整はしてもらわない吊るしの状態の M をギチギチで被ります。はい、で、ギチギチで被ってしばらく被ってると内装が多少潰れてジャストサイズになってくるというのが僕の頭の大きさです。はい、じゃあそんな僕が、これまでアイローの L サイズをかぶってたので、同じ L サイズ表記のアビエーター3をかぶってみます。どんな感じでしょうね。入り口の狭さもそんなに感じませんし、かぶってみた感じ、どこもきつく当たる部分もない、快適だなと思います。ただ、ちょっとやっぱ緩い、レースで使うんだったらちょっと緩いかなって感じです。国産の L サイズ、省エの VFXWR の L と比べればちょっと小さいぐらい、国産の L の許容がここだとしたら、でその下 M ですね、それに比べると
このアビータ3の L サイズはこのぐらいですね。ちょっと下がってる感じ、ちょっときついですね。きついっていうほどじゃないですね。そんな感じです。それでは次に M サイズをかぶってみます。以前のアビエイターの M サイズは一回こう試着しようとしたんですけど、入り口が狭くてもう通過しませんでした。諦めました。結構きついのでもグッとかぶるんですけど、もう狭すぎて諦めたんですよね。じゃあアビエイター3の M がどうか。国産の M サイズをかぶった時とほぼ同じぐらいの締め付け感ですね。で、どこも痛くないですね。自分の場合は。今ですね、VFX-WR のこれ M サイズ。これ2年使ってるやつなんですけど、それと比べて、ちょっときついぐらいですね。良さげです。自分は M サイズが合いそうですね。多分 L サイズをこれ1個だけ買ってかぶったら、これでいいかもと思って使うレベルです。ただ M サイズをかぶってしまうと絶対こっちがいいなと分かりますね。どこも痛くないし、今はですねちょっと頬が押されて、なんて言うんでしょう、こう頬の内側を噛んでしまいそうな感じなんですけど、レースでかぶるんであればもう十分、このぐらいやっぱ締め付けがないと動いてしまうんで、これで良さそうですね。どうでしょう。そんなに頭でっかちにも見えないと思います。やっぱり L サイズだと大きく見えるんですよね。もともとアビエイター、これまでのアビエイターエースに比べると少しシェルが大きくなっているので、余裕を持ったサイズをかぶってしまうと今までより頭でっかちになってしまいます。だから絶対ジャストサイズを選ぶべきですね。せっかくこんなに高いヘルメットを買うんであれば、そこはこだわった方がいいと思います。2つ買ってよかったです。はい、じゃあ自分はこっちを使うことにします。でサイズ感で、まとめます。ほぼ国産の M サイズ L サイズと同じぐらいの感覚です。ただし、許容がですね、例えば L サイズの許容がこれだけあるとします。その中で、ちょうどど真ん中 L サイズをかぶってもうきつくも緩くもないちょうどいいっていう方であれば、そのまま L サイズをかぶればいいと思います。ただ L サイズが国産の L サイズがギチギチでかぶってる方はもしかしたらこの L を買うときついかもしれないですね。M サイズも同じです。自分も国産の M サイズギッチギチでかぶってるんで、それでこれをかぶると最初はきついかなと思うんですけど、しばらくかぶると慣れました。なのでやっぱその許容ですよね。許容の中で自分がどこに当たるのかっていうのを理解した上でサイズ選びをやっていけばいいかなと思います。それでは、内装も見ていただきます。せっかくなんでこの鮮やかな方でやっていきますね。でまずチークパッド、マグネットなのでこうぬるっと外れますね。マグネットで3箇所ついてます。戻す時も導かれるがままに戻ってきます。これ便利ですよね。一部他のモデルでもこういう風にマグネットになってるやつはあるんですけど、これ本当便利です。僕は初めてですね。でセンターパッドもここマグネットですね。そして、額の部分も、軽く引っ張るとパカッと取れます。これ省エの VFX ここすごい苦労されてる方多いと思います。壊れるし、あれはちょっと問題ありですよね。マグネットだと簡単に外して、そのまま洗濯機にポイといけると。で、内装を外すとこ
今回ここは外しません。ここは今までのアイロンのモデルと一緒でマジックテープでここ止まってるんで引っ張れば取れます。で、内装がこんな感じで見えるかな。一応これが内側のシェルですね。この辺と一体型になっていてと外側の二重構造になってます。で衝撃が入った場合ここちょっと動かすと動くの見えるかな。見えますかね。こうやって衝撃を吸収しつつ横にも逃がすという構造になっています。あと内側は両サイドにハイドレーションのチューブを通すなんて言うんでしょう、リングというか、ここですね、引っ掛けられるようになっています。内装はそんな感じかな。一応取り付けるところも見てみましょうかね。さっきポロッとここのですねダストフィルターがついてて、これが一緒に取れやすいので置いておきます。そしてなんとなく近づけていくと導かれていきますので、これでもついてしまいます。ほんとこれね便利ですね。重たくなってしまうというデメリットがあるんですが、やっぱメリットもかなり大きいと思います。そしてチークパッドも戻りました。もう片手でできますからね、これすごいですよね。戻りましたと。内装はこんな感じで、ハイエンドモデルによくあるクイックリリースです。もし首に問題があった時にまずここを引っ張るとチークパッドが外れて、簡単にヘルメットを脱がすことができるというシステムです。こんな感じかな。いかがでしょう。ほんとこのトリコロールカラーかっこいいですね。で他にもいっぱいラインナップがあって、一つだけなんですかね、さらに2万円ぐらい高いやつがあるんですよね。あれ素材が違うのかな。ちょっとそこには手が出ませんでした。自分は、グラフィックの好みというよりも、いくつもジャージがあるのでそれに合わせやすいカラーでひとまず選んでいます。じゃあお次はこのアクセサリーボックス開けていきます。これもしゃれてますよ。箱をですねスライドさせて開けるとこんな感じでアクセサリーが入ってます。アイロンのヘルメットってすごくこう風が通りやすくて冬寒かったりするんですよね。で例えばこれは額のエアベンチレーション、ここを塞いで風を通らなくする、冬仕様にするためのカバーだったり、バンパーって表記があるんですけど、ヘルメットのサイドですね、サイドの部分のバンパーになります。おそらくネックブレースとかと擦れるような時にこれでカバーするのかな。あと一応ノーズガードも今よりも短いノーズガードがついてます。それから GoPro のマウントですね。あとネックストラップで先端が六角になっていて、このバンパーを取り付けたり取り外したりする時のネジを回すためのネックストラップがついてます。あと二重になってまして、下にはバイザーのエクステンションだとか頭頂部のダクトの不圧で抜いてくれるためのカバーとかですね、そういったのがオプションでついてます。どこのバイザー止めるネジとかもですね予備がついてます。この辺含めてもなんか所有感を満たしまくってくれる仕様になってますね。あとヘルメットのこのケースもお見せしておきます。結構作りがしっかりしてるんですよね。ここは通気用の穴が開いてるこれです。で、開けると内側に、サイドにそれぞれポケットがあるので、例えば、ゴーグルのティアオフのフィルムとかを入れられますね。あと前のここに多分ゴーグルを入れるっていう設定なんでしょうね。
あとこのサイドにここにもポケットがあります。ここにティアオフィルム入れるのかなと思ったらそんなに深さがないんで、これ何を入れるためのものなのかな、ちょっと素人の自分には分かんないです。はい、プロフェッショナルの方々はここになんか ID とかでも入れるんでしょうかね、うん、これ本当車に乗せるときすごい便利なバッグがついてます、あと重要なことがありました。重量ですね。はい、ヘルメットの後ろには1400のプラマイ50という表記があるんですけど、今回 M と L があるのでどのぐらい違うか測定してみたところ L サイズで1450、はい、で M サイズで1350でした。 100g 差が出てますね。やっぱシェルの大きさが違うんで、そういった意味でも、ジャストサイズで小さい方のサイズですねを選ぶ必要があるかなと思います。1350なんではい使えるかなと思います。はい、あとはゴーグルとのフィッティングです。はい、今100% のアルメガですね。これ新しく買いました。嫁さん用にプレゼントで買ったんですけど、つけてもらったところ私にはフィットせんと、いらんと言われてしまいましたので自分が使うようにします。このヘルメットには合いそうですね。いい感じです。でも本当あるあるなんですよね。ハイエンドモデルのゴーグルって意外とフィット感が悪かったりします。1個下のモデルの方がフレームが柔らかくて、例えば顔が小さいとかいう方にもどっちかというとフィットしやすいです。ハイエンドのやつはちょっとフレームが硬くて合わなかったりするので、高ければいいっていうもんでもないっていうところですね。こんな感じで、いいんじゃないでしょうか。はい、ということで、今回はアビエーター3についていろいろと見ていただきました。いやー、多分これが世界中のオフロードヘルメットのベンチマークになる、モデルだと思います。活かしてますよ。ですね、もし身近なお友達とかはどんどん声かけてください。かぶってみたいような方がいらっしゃれば、お店にヘルメット試着する時のカバーあるじゃないですか。あれも買ってるんでいつでもかぶってもらって結構です。じゃあということで今回はこのご紹介でした。またですね、他のお友達にかぶってもらった時の感想とかも聞きたいんで、また別の動画も作るかもしれません。はい、それではまた。